ちょっと今回のテーマだけど、なんだよ隠したって。俺の好きな超音支流様を隠した扱いってどういうつもりだ。全世界5億人の超音ファンが怒っているぞ。そうだな。最初に説明させてくれ。おう、説明してもらおうじゃないか。蜀の五個大将軍は関羽張飛超音馬長甲冑と決まっているんだ。超音が隠しただなんてどの口が言っているんだ。そこからして認識が違うぞ。蜀に五個大将軍なんてものはないんだ。なんだって。あ、言い忘れたがこの動画は全て史実を元にした話だ。三国演義とかそれに関連した漫画やゲームとは関係ない。全てが史実ベースという前提で聞いてくれ。まず蜀に五個大将軍というものはないが、それに近いものはある。劉備が漢中王になった時に4人の武将を将軍に任命したんだ。その4人とは関羽、張飛、馬超、甲冑だ。あれ、超音は入っていないの？入っていない。ちなみにこの時関羽は甲冑が自分と同格になったことに激怒して劉備の任命を一度は拒絶しようとした。詳しくは別の動画で紹介している。概要欄に貼っておくから見てね。さらに蜀漢の劉禅に仕えた容疑という人物が西暦241年、つまり諸葛亮の死の7年後に帰還保身さんという書物を表し、蜀漢の人物の事跡を記載している。風種の劉備が最初に書かれていて、臣下の筆頭が諸葛亮、そして2番目が建国当初の人だった虚勢、3番目以下が順次関羽、張飛、馬超、法政、宝刀、甲冑。まあこの辺は妥当な順番だね。それで超音は何番目なの24番目だ。超音は24番目に陳東という将軍と並んで登場している。は、どういうこと？しかも陳東なんて知らないし。陳東は三国演義には登場しないから知らない人が多いだろうな。ちなみに甲冑と超音の間の十数人の中には李塾、五位、光賢あたりが入っているが、皆さんがほぼ名前を知らない人物も何人も含まれているぜ。異元や義円など万説を汚した人物はもっと下位になっている。また帰還保身さんの執筆時に存命だった荘園、非、脅威などは記載されていない。それで24番目、超音の扱い低すぎ。でもこれが同時大臣の超音に対するかけねなしの序列評価だったんだぜ。納得いかないな。超音が関羽や張飛より序列が下なのはわかる。でも馬超や甲冑と少なくとも同列じゃないとおかしいだろう。関羽と張飛については今更言うまでもないが、馬超は領州漢中を席巻し、ひとたびは曹操を戦場で死の直前まで追い詰めた猛将としてその有名は轟いていた。甲冑は義の西方を守る重臣の花崗園を切り、劉備の漢中攻略に大きく貢献した。キャーコマノに聞くが、超音は馬超や甲冑に匹敵するような確々たる武勲はあるか？鳩を守った。そうじゃなくて強い敵を破ったという武勲だよ。そういうのはないか。でも超音、武力すごいじゃん。なんか納得いかないぞ。ゲームの話と混同するなよ。それに超音の武勲が少ないのは事情があるんだ。どういう事情なんだ？関羽や張飛は早くから一軍を任せられ、後には一つの地方を丸ごと任せられた。例えば劉備が漢中を手に入れた直後の劉備の領土は大きく5つに分けることができる。劉備自身は西都にいて蜀を治め、慶州に関羽、益州東部の葉の地方に張飛、新しく手に入れた漢中の都督に義援、異民族も多く住む南中に頼光都督として東方を配置した。一方で超音はそうではない。彼は劉備に仕えた当初、劉備の本隊の指揮を務め、基本的には劉備本隊に所属していたようだ。関羽や張飛とは求められる役割が違ったのか。超音は長藩で後を自らの懐に抱えて守り、その母親の関夫人を保護した。それも劉備が先に逃げて妻子の護衛を超音に頼んだからなんだ。劉備の妻子の護衛役ね。その後劉備は孫権の妹と結婚したが、彼女は呉の兵士を率いて身勝手に振る舞っていた。そこで劉備は信頼する張音に自分の内室の管理を任せた。後に彼女が後を連れて勝手に呉に帰ろうとした時も、張音が張飛と一緒に兵を指揮して長江を遮り後を取り戻した。あとは2回張音に助けられたんだね。こうしてみると張音は少なくとも劉備の時代には一部隊を任せられて功績を上げるというよりも、主に劉備本隊に所属し劉備の家族の護衛をしたりしていたことがわかるだろう。劉備によほど信頼されていた証だね。ただそれだと武勲とはあまり縁がなかったのもしょうがないのか。だから関羽張飛馬超甲冑と並ぶ存在ではなかった。それは張音が彼らに劣っていたというより、そもそも劉備軍団での役割が彼らとは違っていたからと考えた方がいいかもしれない。史実で張音の序列が低いのは分かった。でもそこからどうして五個大将軍の一人と言われるほどになったの？答えを最初に言うと、
やはり後とその母親の命を救ったことが大きい。言うまでもなく後は後に職官の皇帝龍禅となり、その治世は40年に及んだ。長恩は皇帝の命を2回、皇帝の母の命を1回救った大恩人であり、龍禅はその恩を強く感じていたらしい。コマロは送り名の制度を知っているな。はあ、文と株とかいうやつだろ。そうだ、曹操は武、劉備は将列と送り名されている。君主だけでなく一部の臣下にも特別待遇として送り名が贈られることがあるんだ。職官では12人の臣下に送り名が贈られている。まず最初に送り名を贈られたのは法政。友禅の時代になって送り名を贈られたのは諸葛亮、さらに荘園、そして比。この辺は順当なところだね。龍禅時代の最小級3人。さらに続いて陳氏、そして加工派。これはちょっと意外な人選だな。陳氏は龍禅に寵愛されていたから特別に送り名を贈られたんだ。加工派は義の交換からわざわざ基準してきたからで、これも特例だな。そして西暦260年の9月、関羽、張飛、馬超、宝刀、甲冑に送り名が贈られた。おお、有名どころが揃って送り名をもらったんだ。これで11人だね。あれ、さっき12人って言っていなかったって。そう、関羽たちが送り名を受けた翌年261年、長恩にも送り名が贈られたんだ。最後の12人目は長恩だったか。ここでさっきの機関保身さんと比べてほしい。送り名をもらった12人のうち4人は機関保身さんの発表後に亡くなったのでランク外。それ以外の8人のうち長恩以外の7人は機関保身さんのベスト8メンバーだ。長恩だけ24位だね。三国志長恩伝では当時の人々が長恩に送り名が贈られたことを名誉としてもてはやしたとある。裏を返せば長恩に送り名が贈られるのは彼の序列から言えば異例の待遇だったんだ。そうだったのか。さらに陳寿は史書三国志を表す際、関羽張飛馬超甲冑長恩の5人をまとめて一つの伝にした。送り名を受けた武将ということで一括りにしたのだろうが、長恩はここで伝記の上でも関羽張飛たちと同じ序列を手に入れたことになる。そしてその後三国志の講談が民間で語られる中で長恩の人気が徐々に上昇していった。特にそれが顕著になったのは宋の時代とされる。1000年近く後になってたね。それはどうして？当時の宋は楊や金との戦争が続いており、民間では忠義や武勇を持つ英雄が好まれていた。この中で長恩が忠義を尽くし短期で敵中を突破したり主君を守ったりするイメージが人々の価値観にマッチし、長恩の人気が大きく高まった。このように民間での講談の中で長恩の序列は上昇し、現代に平和、明代に三国演義と発展する中で長恩は五個大将軍の一人に数えられるようになった。こうして長恩は生前から関羽張飛たちと同格であったかのように見られるようになったんだ。現代では長恩は関羽張飛と同列どころか、むしろ最も完璧な武将とまで考えられているけど、それは後世になってから得られた評価だったのか。現実の長恩が忠義を尽くし功績も残した立派な武将であったのは間違いない。ただあくまで職の中での序列という点に絞って言うと、生前と死後で随分人々の評価に変化が生じているんだ。ちなみに長恩に送り名を送るのは龍禅が御事の利を下して命じ、大将軍の脅威たちが順平という送り名とするよう進言し、それが採用されたんだよ。従順賢明慈愛恩恵を順といい、仕事に秩序があり災いや乱を平定するのを平という。それで順平となったのか。武と甲斐みたいな武田決さはないが、いかにも長恩にふさわしい立派な送り名だと思うぜ。職の人々の長恩に対する高い評価がうかがえるね。やっぱり関羽張飛と完全に同格ってことでいいじゃん。それでは今回はここまで。